皆さんこんにちは。レッドです。今回はですね、私の初体験を捧げる動画になります。こちら、アキーヨのスマートレコーディングミラーです。なんとこちら360度カメラになっているんです。この360度カメラプラスリアカメラがついてるんですよ。まずは気になる中身オープン。ドライブレコーダー本体です。ここに360度カメラがついています。一応角度がフロントはこんな感じ、90度よりちょっと曲げれるかぐらいで、手前がこう真下を照らすぐらいしかできませんね。そして取扱説明書と保証書、 GPS 電源、バックカメラの配線、そして最後にバックカメラ内張り剥がし固定するためのバンドと画面を拭くためのクロスがついてます。そして最後にマイクロ SD カードの 32GB クラス10が付属されています。それではアキーヨのレビューテストレッツスタート。ダンダンダダンダンダンダダンダン。ドライブレコーダーで360度カメラは初めてになります。一体どのような性能を秘めているんでしょうか。今取り付けが完了しました。起動させてみたいと思います。3、2、1。さあ始まりました。ドライブレコーダー起動テストコンテスト。さあ平均的にはだいたい10秒切っていればだいたいいい感じなんですけど、このアキーヨの360度カメラは一体どのような記録を叩き出すんでしょうか。おっともう10秒経過。一体どこまで時間が伸びるのか、まだなのか、まだなのか。終わったー。起動時間はね、結構時間がかかるっぽいですね。ちょっとこの状態で360度ぐるっと回ってみたいと思います。ハローハローキティこんにちは。ハローハローハロー。そしてバックルームミラーで全部見えてる。これが今マックスの明るさで、こうすると真っ暗にはならないんですね。真っ暗になるボタンあるのかな。あったわ。表示のオンオフのスイッチがここにあるんですよ。もう指の先端がギリギリ突っ込んで触れるか触れないかぐらいなので、このスイッチの位置をね、もうちょっとね、この手前にやってくれた方がいいですね。ダブルタッチするとバックカメラ。これは後部座席につけたカメラ。このリアカメラの画面の視点になります。これはぐる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 回してどこを表示しておくか。録画は360度されてるんですけど、表示を設定できます。で、ここをダブルタップすると、ここ1個のカメラでね、360度。横だけですね、回転できるのは。縦は回転できません。これ写真撮る感じかな。今写真撮れました。はい、チーズ。表示の仕方かな。真下も映ってる。ここ真下も映ってます。これバックカメラで、こっちも左。面白い。表示の仕方を変えれるんですね。これが、さっき切り替えたモードですね。これはワイドアングルモード。ワイドアングルは、これ正面にすれば、フロントカメラだけに特化したって感じじゃないですかね。実際にこれでね、どういう風に映るのか見ていきたいと思います。おなじみの LED 信号にやってまいりました。これはね、どうなってるんでしょうね。対応してるんじゃないんですか。ピコピコピコーン、ピコピコピコーン。さあ、そして明るいところから暗いところに来た時の色の変わり方、これはバッチリですね。そして暗いところから明るいところに出た時の色もバッチリです。割とね、映像は綺麗なように見えます。そして、これがリアカメラです。リアカメラの方がね、画質が良い感じがしますね。ものがはっきり見えます。そしてこれが編集ソフトでフロントと、内側、好きな状態で360度で見ることができます。ただし上半分は見ることができません。画面を切り替えるとこのようにね、好きなね画角で見ることもできます。そしてこれも360度で撮影している映像です。今の画面が全面映ってる感じです。見やすいところで止めることができます。そしてこれが夜のトンネルの映像です。思ってたよりね、夜の方は画質が良くないですね。
なんかちらつきが結構目立ちます。そしてこれが、同じトンネルのリアカメラです。さっきまでねオレンジ色に見えてたところなんですけど、夜のトンネルがねオレンジに反映されません。これは何か光の処理の関係ですかね。ただリアカメラは割と画質はいいです。でこうやって停止して、好きなところをねこうやって確認することもできます。割と明るいところでもねやっぱちらつきが気になっちゃいますね。まあ割とねリアカメラはね優秀じゃないのかなと思います。そしてねパソコンの画面で見る分では画質がね荒く見えるんですけど、この液晶越しに見るとねかなり映像が綺麗に見えるので、わざわざパソコンで見る人は少ないと思うので、これはこれでいいかなと思います。実際使ってみた結果分かったことがあります。リアカメラに関してはかなりね画質は綺麗で見やすかったんですけど、メインのフロントカメラがね夜になると結構ちらつく感じがあります。そしてね録音機能がねすごく優れてました。走行中に喋ってても自分の声がねかなりねはっきり聞き取れます。音声収録では一番音質が良かったかもしれません。でこの360度カメラを購入するときに気をつけてほしいのが、自分の目線とカメラの位置がほぼ一緒なので、実際映像を見た時に首から上がちゃんと使ったら映ってません。なので購入する際は自分の目線からプラス10センチ上にルームミラーの底があるぐらいが多分一番性能をね発揮できると思います。高ければ高いほどねいいと思います。でメモリーに関しては思ったよりね消費してなかったので、録画時間は短くなるかもしれないけど、もう少しねこのメインカメラの画素数を上げてほしいかなと私は思いました。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回紹介した商品は下記の概要欄に詳細を載せてますので、よかったらチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram をやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載ってることがあるので、興味がある方がいましたらフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。